でこっちが大トロと、筋をねもう取り除いちゃうっていう三角のトロになります。はい、マグロの柵取りということで、マグロの柵取りってね、なんとなく縦に切っていけばいいっていうイメージがあると思うんですけれど、部位だとかあとね横に切ったりすることもできて、今回は蛇腹とか剥がしとか、あとこれ皮ぎしとか血合いぎしとかで、これは背のね三角の背取ろうとかね、それぞれの部位と、柵の取り方を紹介しようかと思いますと。そしたらまずはこれね、背中の真ん中の方の、マグロのコロなんですけど、この背トロね、背トロって呼ばれるのがどの位置なのかっていうのと、背中の柵取りの仕方を、説明します。で、まずね、この色の変わってるこの部分はマグロの血合いの部分なので、このね血合いの部分を先に外しますと。で血合いはね、これね分かりづらいはづらいんですけれど、よーく見ればマグロの繊維の境目があるので、そこを狙ってね包丁を動かせば、こういった形で比較的ね簡単に外せるかと思うので、血合いを外せたら、今度はねここの上の部分は赤身で、こっちのねこの下がマグロの皮なんですけれど、皮に近い部分が中トロになるので、最初にこの赤身を外しますと。赤身を外す時は、大体柵っていうのはね手柵って言って、指4本分ぐらいのね長さに取ると使いやすいので、だから下からね指4本分ぐらい残して、こういった形でね赤身を跳ねますと。こっちのね上の方のブロックはこれ全て赤身なので、これねあと2枚3枚と使いやすい大きさに取ってもいいですし、あとこっちのね横で取ってもいいですし、この辺は使いやすいように柵取りしてください。今度ねこっちの残った中トロの方を柵取りしていくんですけれど、これね、ここにね背びれの骨が残っているので、まずはこの骨を包丁でね、取り除きます。こういった形で骨が取れると思うんですけれど、このね骨の周りの身ってここね筋っぽくて、お刺身だとかお寿司にはできない部分なので、この筋も最初にね、包丁で磨いてしまいます。こんな感じで結構ね身が筋っぽいので、ここはね後で叩いて中落ちみたいなね使い方をすると。いよいよ、今日の本題なんですけれど、背トロってねどの部分かと言いますと、これ背中ってここにねヒレがついてる、だからここは背のてっぺんの位置なんですけれど、ここに1本ね強い筋が入ってるんですよ。この部分からこうつながってるこのね筋、この筋が結構強くて、この筋より、ヒレに近い部分が、ここがね三角形のトロになってるんですよね。この部分を我々は背トロとかね、あと三角とか呼んでるので、だからこの筋で、柵を取りますと。こっちから見ると、この位置ですよね。反対側から見るとこの位置、強い筋の外側の身が背トロと呼ばれる、この三角形のね、トロに当たる部分ですよね。ここが、三角のトロになりますと。あとはね皮目に合わせて包丁を動かせば自然とね柵が取れるので、こういうね三角形の形になるんで、
ここがね背中で一番脂の乗ってる柵と。このねヒレに近い部分が、三角の背トロで、じゃあ今度ねこっち側の血合いに近かった部分、この部分は何ていうのかというと、この部分が血合い岸と呼ばれる部分ですと。血合いに近い部分っていうのは筋が少ないので、このままねまっすぐ切り落とせば自然と、柵が取れるので、血合いにねくっついていた一番近くの中トロの部分が、血合い岸のトロと呼ばれる部分ですと。あとはねこの残った部分は、こうやってね縦にまっすぐにこう柵取っていけば、中トロの柵が何柵か取れると。ここのねこの筋は強いので、この近辺はねこの筋を剥がさなくちゃなんないんですけど、基本的にはこの辺はね筋が少ないんで、そのまま、食べても美味しく食べられる部分ですと。先ほどはこれ背中の身を柵取りしたんですけれど、今度はねこっち、お腹側の身を柵取りしていきますと。背中側の身はね、赤身と中トロと、あとねヒレの近くの三角の部分、背トロの部分しか取れないんですけど、腹の方の身はこれね、赤身と、あとこの辺が中トロと、でこっちが大トロという部分が取れますと。柵取りの手順は先ほどと一緒で、まずはこのねここの色の変わってる血合いの部分を外しますと。これはね、腹の真ん中あたりの位置、腹中って呼ばれる部分ですね。ちなみに値段の話をすると、マグロってね、大きいのでだいたいね3つか4つに分けられて、だから背中もお腹もね頭に近い部分から腹側だったら、腹上、腹中、腹下と、背中だったら、背上、背中、背下と、だいたいね、3つ、もしくはすごいね300キロとか250キロとか大きいマグロは、背上が1つの背中が2つの背下が1つみたいなね、4つか3つに分けられるんですけど、値段で言うと、腹の場合は頭に近い方が値段って高いんですよ。なんで、腹上、腹中、腹下っていう順に値段がつくんですけど、背中の場合はね背は真ん中の方が高い。これはねなんでかっていうと、背のね上の部分、背の頭に近い部分って結構筋が強いんですよ。真ん中の部分は比較的ね筋が柔らかくて、美味しく食べられる部分が多いので、背中が一番値段は高くなると。次に背上が高くて、背下が一番、値段がつかないと。今日のマグロはこれね、大間の本マグロと、値段で言うとね、このぐらい、結構高い。血合いを外せたら、今度ねここにあばら骨がついてるので、このね腹膜を、削いでいきます。このあばら骨に沿ってこうね剥がしていくというイメージですかね。こういった形でね腹膜がそげたら、今度ね背中と一緒ですよね。ここのラインで、赤身を外しますと。ちなみにねこの腹膜はね、焼いたりだとか煮たりすると結構ねゼラチン質で、ブルブルになって美味しく食べれたりもしますかね。この上の赤身の部分を、跳ねますと。お腹の場合はね、こういった形で、ここが赤身で、あとね、この辺中トロでこの辺大トロというふうに、分けることができます。こうやって縦に取っていけば、中トロと大トロっていう形なんですけど、今回は、この中でね、この辺のね蛇腹って呼ばれる部分だとか、あとこの皮目だけで取った皮岸って呼ばれる部分だとかね、そういった取り方を、紹介しようかと思いますと。さっきね、背中の柵取りの時に
血合いのねそばの部分を血合い木って呼ぶっていう紹介をしたんですけれど、これねお腹側も当然ね、さっき血合いがくっついてた部分がここなので、このお腹側でも血合い岸っていうのは取ることができます。だからここのね一番端の、一柵は血合い岸と呼ばれる部分です。はい、こんな感じでね柵取りすれば、こっちがだから腹側の、血合い岸と呼ばれる部分です。どうしても色が悪く見えるんですけれど、マグロってねこれ空気に当たるとどんどんね色が、赤く発色してくるので、これはねそのまま置いておけばそのうち綺麗な赤色が出てくると。背中と一緒でここからねこうまっすぐ落としていけば、中トロの柵がいくつもできると。続いて今度、川岸ってね呼ばれる部分は、どういう柵の取り方をするのかっていうのを紹介しようかと思います。川岸って呼ばれる部分っていうのは、そのね川岸なんで当然この川に近い部分の、柵を指すんですよ。で、一旦ね、こっちは普通に中トロで取るので、ここは、とりあえず落としてしまいますね。川岸はね、大体このぐらいの柵で取りたいので、そのねこういう感じですよね。今まではこう縦に切ってたんですけど、今度こう横に取っていくと。だからそのね取る幅で、一旦縦に落としますと。皮から、この身を外しますと。で、こういった感じでね、ブロックが取れると思うので、この部分が皮に近い部分じゃないですか。なのでこれをね、横にして、この皮に近い部分で、柵取りすると。こうやってね柵を取ると、この皮に近い部分だけのトロが取れるので、この部分が、川岸と呼ばれる部分です。こう縦に切るんじゃなくて、一旦ね横に包丁を入れると、この川岸っていう取り方ができると。見てもらえば分かると思うんですけれど、川岸はね筋が少なくてしっかり脂が乗ってるっていうね、食べるとね、なかなか美味しい部分ではありますかね。ただ1匹からそんなに取れるわけじゃないっていうのと、あとそもそものねマグロが大きくないと、これね川岸は取ったはいいものの、残った部分が使いづらいというので、だから川岸っていう取り方はね結構贅沢な使い方。今回はマグロがね大きいので、こっちのね、残った部分も普通にね中トロで使えるので、こういう取り方ができるんですけれど、最後ねこれ残ったお腹の部分なんですけれど、これをねまっすぐこう取っていけば自然と大トロの柵ができるんですけど、大トロの柵の中でねこの先端の部分、この部分を、砂ずりとかね、あと蛇腹とかって呼んだりしますかね。この部分はこうだんだん薄くなっていくんで、最後ね、このぐらい大きく残して、柵取りしますと。でね、この部分をね、我々は蛇腹って呼んだりするんですけれど、仲卸の方はねこのね、なんていうのかな、腹膜からこう見えてる傷の部分を蛇腹って言ったりするんで、そこはね板前さんと多分卸の方で呼び方がちょっと違ったりしますかね。一番先端のこういった形で取れる部分が、蛇腹だとかね砂ずりって呼ばれる部分ですね。最後ね紹介するのは剥がしっていうね柵の取り方なんですけど、白い部分っていうのは基本的にねマグロの筋なんですよ。この筋っていうのはね意外とね硬くて噛み切れなくて、だから筋に対してね平行に包丁を入れなさいっていうのは
この筋が硬いからこの筋をね断ち切るように切りなさいっていう意味なんですけれど、剥がしっていうのはねこの筋を断ち切るんじゃなくてこう、ね、筋に合わせて切って筋をねもう取り除いちゃうっていう柵の取り方ですね。マグロってねこう筋に沿ってこう指を当てていくと筋で身が剥がれるので、筋に沿ってね、マグロの身を、一旦ばらしてしまいます。剥がしに関しても川岸と一緒で、これねマグロ自体が小さいとこのね筋と筋の間隔が狭いんで、このね剥がしの肉がほとんど取れないので、これもねある程度大きさのあるマグロじゃないと取れない柵の取り方で、今ね、ここにこう筋があって、この筋を外すとこうやってね筋に沿って身が外せるんですけれど、当然ながらこの表面にねこの筋だった部分がこう残るので、これを、包丁できれいにね削ぎ取ると。そうすると、残ったねこのね筋と筋の間の部分だけこのね柵に取ることができるので、この部分が、剥がしと呼ばれる部分です。片側は皮が弱いんでこういう感じでね包丁で皮を取っていくんですけれど、こっちのね厚い皮に関してはこれね魚の皮を引くみたいにまな板にねこの筋を押し付けて、こんな感じでね、この筋だけ切り離すことができますと。残ってしまったらもう上を向けてねこの筋を剥ぎ取ると、裏表の筋を剥ぎ取るとこれね筋の一切ない、トロの柵が取れると。これが、剥がしと呼ばれる部分ですと。先ほど柵取りした蛇腹と比べると、見た目的にはねこのね筋が入っていた方がなんとなく脂が乗っていそうには見えるんですけれど、こっちもね身自体にはね、こうアップにすると分かると思うんですけれど、しっかりと脂が乗っていて、しかもねこの筋が一切ないと。原価だけ考えれば筋をね磨いてる分こっちの方が圧倒的にね原価は高くなるということで、これね、これが一番最初に取った背の三角の部分ですね。でこれは、血合い岸と呼ばれる部分ですね。これ皮岸、剥がし、蛇腹と、ただまっすぐ切るだけではなくてね、横に切ったり剥がしたりすると、マグロの柵が取れたりするんで、こういうね柵の取り方もあるよという動画でございました。ということで本日は以上です。